こちらのアスターを作っていきます。本をお持ちの方は39ページ、作り方は47ページです。本をお持ちでない方も一緒に作っていくことができますので、ぜひ作ってみてください。材料はこちらです。7.5 センチ角1枚、1×15 センチを1枚です。では、まず花びらから作っていきます。花びらはこれを4等分します。お好きな方法で4等分してください。はい、4等分できました。そうしたらこの4枚でこちらを作っていきます。4個作ります。三角に折ります。半分に折って三角にします。また半分に折ります。また半分に折ります。ここまで折れたら、このはみ出している部分をカットします。カットして開いておきます。4枚全部この形まで作ります。三角、三角、三角、半分、そしてカット。はい、4個カットできました。次はこれに花びらの形を描いてカットしていきます。本をお持ちの方は47ページのこちらに型紙がありますので、これを参考にしていただいて型を描いていきます。型紙がない方は、次のやり方でもできます。では形を描いていきます。ここの長さの半分からここまでの間の半分ぐらいのところに印をつけます。反対側も同じような場所に印をつけます。上の方はここの真ん中ら辺とここからてっぺんの間あたりに点をつけます。こちらも同じように半分の点からてっぺんに向かった半分のところに点をつけます。はい、で点と点を緩やかなカーブで結んでいきます。こんな感じです。私はいつもこの上から切るやり方で切っています。反対側も同
いたいこの辺から切っていきます。はい、そしててっぺんは丸くします。これはハサミを動かすというよりも折り紙の方を動かすと綺麗にいくと思います。はい、ここまで切れたら向きを変えて1回開きます。1回開いたらここに少し切り込みを入れます。5ミリぐらいですね。そうしてもう一度開きます。もう一度開いたら同じくここに少し切り込みを入れます。はい、そして全体を開きます。はい、開くとこんな感じになっています。で、ここがちょっとくっつきすぎてるなと思いますので、少し切りたいと思います。ちょっと切り込みが足りないかなって思われるところは適宜追加して切っていただいて大丈夫です。はい、ここまで切れたら次はここ真ん中で折っていきます。8枚全部同じように折りますが、簡単に折れるところと簡単に折れないところがあるので、まず簡単に折れる4枚を折っていきます。はい、4枚折れました。そしたら次はこちらも同じように折るんですが、ちょっと折り線の関係で折りにくくなっていますので、私はピンセットを使って折っています。こんな感じで持っていただいて、ギュッとやって折る。挟んで折って折る。挟んで畳んで折るという感じで8枚全部この向きで折ってください。はい、これで花びらができました。これを4枚準備します。慣れてくると型紙なしでも切っていくことができます。ここの長さの半分、さらに半分のこの辺、こちらも同じあたり、上の部分も半分の半分、この辺から切っていきます。ここからこのゴールめがけてカーブしながら切っていきます。反対側も同じようにこの辺からカーブしながらゴールに向かって切っていきます。そして花びらの先端を丸くします。切れたら1回開いて少し切り込みを入れます。もう1回開いてここにも少し切り込みを入れます。ここ
少しでいいですね。そして全部開いて花びらをチェックして、ここがつながってるなと思ったら、閉じて切ってもいいですし、開いたままここを切ってもらっても大丈夫です。はい、花びらが切れたら、花びらの中央を折っていきます。8枚全部折ります。まず折りやすい4枚を先に折って、そして次に折りにくいところを同じように折っていきます。で、ここで私はピンセットを使って折りますが、使わないで折っていっても大丈夫です。折りやすい方法で折ってください。はい、4枚できました。ではこれを2枚ずつボンドを使って重ねていきます。ボンドを中心に少しつけてずらして重ねます。こちらも同じようにボンドをつけてずらして重ねます。ではこのセットを重ねます。ここがちょっと難しい。重ならない、花びらが重ならないように重ねていきます。はい、重ねました。では次に花芯を作っていきます。半分に折ります。そうしたら輪になっている方に切り込みを入れていきます。私は重ねて切りますが、皆さんお好きな方法で切ってください。重ねるとずれるのでちょっと注意が必要ですけれども、そこを気をつければ重ねた方が早く切れます。で、中心切って先に切り込みを入れて折ります。では細かく切っていきます。ご自分のペースで切っていってください。こんな感じです。1ミリぐらいかな。切る幅は揃ってなくて大丈夫です。2ミリぐらいのものが混ざっていても問題ないです。重ねてる時はずれやすいので、そこを気をつけながら切っていきます。
れました。切れたらこれをこのように巻いていきます。ボンドとピンセットを準備します。切り込みした方を上にして巻いていきます。ピンセットで挟んで1回、2回、3回ぐらい巻いたらボンドを少しつけて留めます。このままぎゅーっと指に押し付けたまま巻いていきます。ピンセットが抜けないようにぎゅーっと挟んで押し付けて巻いていきます。ここのてっぺんが平らになるように気をつけながら巻いていきます。本ではところどころボンドをつけながら巻いていくと書いてありますが、この大きさだとボンドをつけないで最後まで巻いてっても大丈夫かなと思います。心配な方はボンドをつけてもらってもいいです。でもし途中でピンセットが抜けちゃったってなったら手で持ってギュギュッとてっぺんを平らにしてこのまま手で巻いていきます。持ちやすいように持って巻いていきます。そして最後をボンドで留めます。ギューッとやって平らにします。これで花芯ができました。こちらをこの真ん中に貼ります。底の方にボンドをつけて中心に貼ります。貼ったらここ指で少しずつ開いて広げます。そして花びらを整えて完成という形になります。はい、完成しました。こちらの完成したアスターは八重のアスターです。本の65ページ4に記載がある一重のアスターは花びら1枚だけで作ります。八重は4枚重ねましたけれども、一重アスターは花びら1枚で作ります。この1枚の花びらに花芯を貼っていきます。はい、貼ったら同じように開いて、はい、完成です。本では、こちらのブーケの添え花にしていますので、これにワイヤーをつけて花束にしています。こちらがワイヤーをつけたものです。ブーケにするとこういう感じになります。次に額を作ります。額は花からはみ出す大きさになりますので、
用途によってつけたりつけなかったり選択していただければと思います。では作っていきます。使用する折り紙の大きさは 7.5 センチ角の4分の1になります。はい、4枚にカットしました。これの1枚を使います。型紙の作り方は花びらの途中までと同じです。まず三角に折ります。また半分に折って三角にします。はい、さらに半分に折って三角にします。もう一度半分に折ります。はい、この形になったら開きます。本をお持ちの方は47ページの上に型紙が載っていますので、これを参考にしながら形を書き写すことができます。本をお持ちでない方は次のようにできます。はい、大体の目安ですけれども、ここの長さの半分ぐらいのところに印をつけます。この真ん中のところも半分ぐらいのところに印をつけます。こちらの端っこもこの線の真ん中ぐらいに印をつけます。そして上もここの長さの半分ぐらいに印をつけて点を結んでいきます。こことここを結びます。ここから次はここを結びます。であとは適当にこの辺からこんな感じでこれを切っていきます。もう切り方は自由ですのでお好きなように切ってください。少しカーブするような感じで切るといいと思います。まっすぐ切るよりも少し丸みがある方がいいかなと思います。はい、切りました。切ったら開きます。はい、こんな感じです。これをこうやって貼ります。ボンドをつけてはい、額付きが完成しました。次は折り紙で作った茎をつける方法です。好みの長さの茎にして結構ですが、ここでは 7.5 センチ角を使ってご説明します。竹串を使って巻いていきます。途中ボンドをつけながら巻いていくといいです。しっかり押しながらきつく巻いています。ゆっくりやると失敗しにくいと思います。
終わったら竹串を抜いて両端を切ります。どちらかの先端を十字にカットします。ちょっと潰して切ったら開きます。そうしたらこれを花の後ろにくっつけます。ボンドを塗って途中この重なった部分が剥がれてきますので、この辺にも少し塗っておいた方がいいです。後から塗っても大丈夫ですけれども、これを開いてここに貼ります。はい、完成です。茎をつけたものを何本かカラフルで作って、こういう小さい茎に入れて飾るのも素敵だと思います。花の高さは少しずつ変えて飾ると高低差がついて綺麗に見えます。